どうも。今回はこのデフギア組んじゃうかんね。ではその組み立ての前にちょっと一つ注意点があるので、それをちょっと説明させてもらいます。今この並べてあるこのデフシャフト、これが前後用センターと似てるんですけども実は違うので、この辺をちょっと説明させてください。こっちがまずセンター用ですね。でこれが、前後のデフ用のシャフトです。でこうやって 見ればあかんと思うんですけど、こっちの方はちょっとこう切り欠きが入ってるんですね。こっちはまっすぐなんですけども、で、こっちのセンター、こっちの方は直径は14パイですねに対して前後のデフカップは直径が13で小さいんですね、前後用の方が。でこっちのシャフトの長さは一緒なんで、ごくまれにこれを間違えて組んじゃう人がいるんですね。それで例えばこのセンターデフを組む時に、このセンターにこの前後のカップを入れてしまうとどうなるか、組めることは組めます普通に。だけどもこのセンターのシャフトにはこのブレーキディスクプレートがここに入るようになってる、そのぴったりの寸法になってるんですけども、これをセンターデフに前後用のカップを入れてしまうとこのようにガタガタなんですね。もう直径で1ミリ短いの小さいので、こんなガタガタになって、要はこう回転してる部分ですから、この芯がずれて非常に危険です。これも万が一これでやっちゃった場合に、いろんなとこでこう障害が出て、もうロックしてクラッチベルは割れるわ、ブレーキパッドはコッパみじんになるわと、大変なことになるので、この寸法は間違えないようにお願いします。センターデフは必ずこの見た目がここまっすぐなってるタイプのです。前後のやつはこうちょっと切り欠きが入ってる。で寸法はセンターは14で前後用が13、この辺はもう間違えないように慎重に測って確実に確認してから、組み付けるようにしてください。よろしくお願いします。それではじゃあ組んでみましょうか。まず最初に、油がついてる部品の脱脂を行います。こういうブレーククリーナーとかこういうのでちょっとこうシュッてやって、やるのはこのギア、あとこのカップジョイントですね。よく取ってしっかりと脱脂してください。で次に、このベベルたち、これの裏側を、多少こうバリが出たりするんで、それを削るのにこの紙やすりちょっと粗めでいいと思うんですけど、これは、何番だ書いてねえな。いいか、とりあえずちょっと粗めでもいいし、これこんな感じで一個一個削ります。小ベベルもこんな感じでとりあえず取ります。次にケースですね。今回組み立てるのは前後のギア、センターデフではなく、前後のギアです。で基本一緒なんで、前後のギアで説明したいと思います。まずこれはキットに入っているグリス、まずこれをちょっとこうさっき脱脂したシャフトにつけます。で
でちょっとこうなじませますね。この水は何かというと、これはグリスがここに溜まるように、設計してあります。油膜が切れないようにですね。で多少この溝にこう入るようにしてあげます。でこう入れて十分になじまして、ただあんまりつけすぎだとちょっとまずいので、余分なオイルグリスは取ります。で次がベアリングセットでオーリングを入れて、オーリングを押さえながら先ほどグリスをつけたこのシャフトを入れます。でオーリングが飛び出してきたらちょっとこうやって、で次に、このシャフトですね、これをデフケースの横にある、とこから入れて、シャフトの穴に通します。で通したら今度この横の穴を閉じるんですが、それがこの4の4の芋ネジですね。これを入れるんですが、このままだとシリコンオイルが出てきてしまうので、このバスコークコーティング剤、シーリング剤か、ちょっと入っちゃった。このシーリング剤をつけて、締め込みます。でネジ入れるのはだいたいここのつらい位置ぐらい、あんまり出っ張っちゃうとこっちの小ベベルと当たってしまうので、つらい位置ぐらい、あんまり入れすぎると今度中のベベルに当たってしまうので、ちょうどつらい位置ぐらいでいいと思います。でシャフトをだいたいこの真ん中、左右同じぐらい長さにするような位置に止めて、で先にこの状態でもうシリコンオイル入れておきます。今回この強晶の4000番を入れます。ある程度、この辺入れてちょっとエア抜きしますね。でこれはこれで置いといて、で次にこっちのギア側、これもさっきと一緒でシャフトにグリスをつけ、ちょっとこうなじませます。この溝にちゃんとこうグリスが入るように。ちょっと余分なのはちょっときれいに取って、でペアリングでオーリングでシャフトで、今度はこっちのシャフト、これもだいたい中立真ん中ですね。でこのグリスほんのちょっとだけでいいんで、このオーリングに新品の時だけですけど、オーリングにちょっとつけといてください。でこっち側はもうそれでさらにもうこのベベルを組んときます。この状態です。これでちょっとこっち側完成で、こっち側はエア抜きができたところでこっちのベベルを入れます。これもねピンにぴったり入れるので、うまく位置を探しながらピタッとしっかり入れます。で次にこれオプションの7075製のシャフトなんですけど、ノーマルはこれが鉄です。でこれに、小さいベベル、小さいベベルですね。これにシムを1枚入れて、
らせますね。で動くかどうか確認して、でこっちの方にオイルが入ってない場合、こうちょっとこうやって入れてあげます。でこう余分についたグリスオイルはしっかりと拭き取ってもらって、次はオイルの量なんですけど、今ちょうどいいぐらいかな。ちょうどこのベベルが入るぐらい。これがあんまり、例えばエアが入ると嫌だからといってあんまりパンパンに入れるとギアが回らなくなってしまうので、入れすぎも注意です。で少なく注意です。で少なくてもあんま良くないんですけども、ちょうどこの何て言うんですかね、このシリコーンのこう液面変化の端っこのとこがこの小ベベルのてっぺんに行くか行かないかぐらいでいいと思います。だいたいちょっと分かりづらいんですけど、よくね重さを測ってる人いるんですけども、重さの場合はこのデフケースとかのこの成形の時にこの多少の誤差が出ます。この多少重かったり軽かったりとか、これ成形のたんびに変わりますので、あんまり細かくは出ないですね、重さ測っても。だからやっぱこの量だけをもう目見でこう見てやるのが一番ベストだと思います。で次にあと合体なんですけども、この間にこのパッキン入れるんですけど、ここにシーリング剤をさっきのやつを塗ります。でまず片側にこんな感じで塗って、ギア側に先につけときます。こうやってでこうよくきれいに拭いて、ちょっとこっちのケース側にこの平らな部分に全部塗ります。ではみ出たのはちょっとこう拭き取ってあげて、これで、合体させます。このネジ穴同士をこう合うようにこうカパッと。で最後ネジを留めるんですが、これあんまりトルクあんまりやりすぎんとネジが、相手のプラが舐めてしまうので、これも気をつけてトルクをかけてください。一回締めたところでこうまずスムーズに動くかどうか確認で、大丈夫だったら最後手で回し締めしてください。よし。こんな感じですね。それでさっき塗ったシーリング剤があんまり多いとここに出てきちゃってギアの中まで入り込んでしまうので、そういう場合こうブラシで最後こう余分なまだシーリング剤が固まってないうちにすぐにこうやれば綺麗に取れますので、こんな感じでやってください。それで多分番号とかね忘れちゃう可能性があるんで、例えば今回4000番だったんでここに4って書くとかね、なんか自分でとにかく分かればいいと思うんで、僕はいつももうこうやって4だったら4000だって4ってこう書いちゃうんで、こういう方が迷わずこれは4000番だとすぐ分かるんでいいと思います。それでやっぱデフも慣らしが必要です。
でこれこう完成したら、走らせるのもいいんだけど、もし走らせる時間がなければ、持ってればですけど、ボール板とかにこれを加えて、低回転でギューンってこう回してもいいと思います。そういう鳴らしもあるんですけど、一般的な間と普通に走らせてれば、ワンタンクでもやればもうこれもスムーズになるので、今でもスムーズなんですけど、さらに滑らかになるんで、ワンタンクは鳴らししてください。全然走り変わっちゃうんで、この新品の時と鳴らしした時だと。このまんま新品組んですぐレースで使うとちょっと大変なことになるので、必ずワンタンクぐらいはもう鳴らししてください。デフギアに関してはこんな感じです。